早速。はい。超早速なんです、これ。すいません、何の打ち合わせ。とんでもないです。遅くなってすみません。全然大丈夫です。どうしましょう。声、ちょっとね、岡山でセミナーしたら、声が出ない。1週間ぐらい経ったんですけど、全然まだ治んない。どうします？癖毛なんか癖が、今日はね、マシな方です。乾燥してるから。そうですね。雨の日じゃないので。でもなんか結構、ここ重たいですね。そうですね。ちょっと襟足が立ち上がって生えてるので、生え方が収まりが悪いのと、ここがいつもよく。なるほどね。もっと暴れます。もっと暴れる。どうしようかな。ストレートするまででもないのかな。そうですか。でもした方が楽ですか。何もやったことはないので、手つかず。手つかず。はい。なるほど。カラーは特にされてないですもんね。全く何もやったことないです。やったことない。そうなんです。全く何も。白髪がちょっと目立つようになってきたので、このまま頑張るか、白髪を生かしたデザイン。そんなにでも無理して染めなくても、なんか均一ですね。なんかすごい。ちょんちょんちょんだったら結構染めた方がいいんだけど、これぐらいだったら、ただちょっと白髪が黄色いじゃないですか。黄色というか、黄色みがあるじゃないですか。こういう人こそ、ムラシャン使うといいです。何ですか？ムラシャンって言って、紫の色素が入ったシャンプーがあって、それを週1回使うと、この少し若干の黄色みのある白髪が超綺麗なシルバーに。いいですね。いいですよ。しかもシャンプー変えるだけなんで。で、ケア成分とかあんま入ってないんで、紫シャンプーで洗って流して普通のシャンプーで洗うっていう形の方が、それを週1回やるだけでめっちゃ綺麗になります。わかりました。でそれ白髪の悩みはそれで全然いいと思うんですけど、暴れるというものをどうしようかな。もうでもストレートってどうでしょうかね。どっちがいいかな。まとまってまともな方な。今日まともな方膨らんじゃいますよね。OK、わかりました。ちょっとだけストレートしましょう。すごいちょっとかけて、アイロンとかもほとんど入れずに、なんとなく癖が落ち着くような感じっていうのにいきましょうか。カットはじゃあショートはショートなんだけど、この辺重たいですよね。このラインが重たいですね。襟足の立ち上がりはさすがに直せないんで、カットでまとまりのいい感じにしましょう。そうしましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。結構いい感じの癖ではあるんだけど、多分今日収まりがいいとおっしゃってたんで、すごい膨らみやすいと思うから、今日は簡単に癖を半分に抑えましょう。それであとはメテオのトリートメントして、ちょっとツヤを出しつつでカットですね。ここら辺の重たさっていうのを取っていきたいかなと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日宿毛矯正とはいえそんなにボリュームを減らすような宿毛矯正にはしたくないんで、2対1です。いつもの、アルテマのリッチに対して、アルテマの U のシステアミに対してチオグリセリンを2対1という形で、全体にオフして、アイロンっていうよりはどっちかというとブローで全て決めていくような宿毛矯正にしたいかなと思って、もうさささっとつけて単価は7割ぐらいでいきたいと思います。いきましょう。これでもあれなんですよ。だいぶ出るようになってきて、岡山行って岡山のセミナー本当申し訳ないぐらい、受講生の方申し訳ないぐらい全く出てなくて、ここはこうしますみたいな。天竜さん。天竜さん通じなかったじゃん。いや、みんな後から分かってましたよって言ってくれました。でも恥ずかしくて言えなかった。そう控えめ。でもようやく出るようになってきて、もうその後のサロンワークは大変でした。いらっしゃいませ。どうしたんですか。そうなんかもう僕がそんなんだとお客さんもなぜか岩崎もみんなどんどん小さくなってそうですねとかようやくでもこの間病院行ったらなんかやっぱりスコープみたいなのを鼻からこう突っ込まれて喉使いすぎですねって言われました。職業病ですね。職業病ですね。でもなんかすごい優しいのが、それを知った人とかがインスタとかで知った人とかがマヌカハニーとか送ってきてくれたりしてありがとうございました。すごい助かりました。マヌカハニー。でなんかお客さんもその声が全く出てなかった時のお客さんとかもすごいボーカルの人が飲んでる漢方とかなんかいろいろおすすめしてくれて、でこれがやっぱ一番いいって言ったプロポリスキャンディーみたいなのを買ってみたんですよ。プロポリスキャンディーがめちゃめちゃいいよって言われて、で買って届いて食べたんですけどまずくていや効くのかもしんないけど、そうすっげえ効きそうなんだけどちょっとしんどいぐらいなんか味が独特でこれやばかったです。体は元気なんで、簡単に綺麗になりそうな気するけど、ありがとうございます。でもご応募本当に直前で。いえ、連絡来ると思ってなかったのですごいびっくりしました。全然なんか今日本当は撮影予定のモデルさんがちょっとキャンセルになっちゃって体調不良で、そうだったんでよかったです。時間空けててどうしようかなと思ったんですけど、声掛けしたら「受けます」ってありがとう。もうびっくりですよ。大騒ぎです。本当ですか。朝
インスタを見たのが必要の用途教えてもらう、娘に教えてもらって。お嬢さんに。私は全然。皆さんそうお嬢さんの力を借りる人が多いです。ここにはたどり着けます。ここにはたどり着け。たどり着けます。ご職でもそんな遠くないんですね。そうですね。1時間じゃかからないです。弱ぐらいで来れるんですけど。よかった。じゃあちょっとお嬢さんによかったよって言わせるように。すごい数が届くんじゃないかと思って。モデルさん募集ですか。確認するのも大変じゃないかな。70ぐらいとかですかね。そうなんです。結構近い。なんか最近は大阪とかから行きますとか。いや、わかります。多分そういう感じなんだと思います。全国区ですから。ね、YouTube ありがたいですね。すごいと思います。見ていらっしゃくださる方が多い。たくさん見てる方。たくさんの方が見ていただいて。助けてほしい方もたくさんいるんだと思います。しっかり大丈夫ですよ。もう得意なんで、こういう癖を扱うの。ありがたいです。ありがたい。襟足の癖難しいですね。確かにこれ。でもすごい綺麗にカットされてます。お上手なカットされてるから。ただこの癖ですよね、要は。をどんぐらい直すかと、あとはもうその白髪の悩みっていうほど悩みではないと思うんで、そのムラシャンでちょっと綺麗にしていくパターンがいいかなと思います。白髪染めはどうかなとずっと思っていて。もう無理にすることはないですよ。一度やったら最後っていう気がして、そう、それもあって、沼です。それはどうかな。ロングとかミディアムとかだと目立つんですけど、ショートだと逆にかっこよかったりするんですよね。うまくいったらいいな。うまくいったらいいです。うまくいったら、うまく年を取れたらいいな。でも大事ですよね。そう。そんなに気になんなく増えていくのが一番理想ですよね。そうですね。よし、いいんじゃない。はい、塗り終わりました。全体というか鉢上ですね。ボンの久保上。下は塗ってません。で、毛先は外してます。全体を2対1っていうのをつけて、で、もみあげあたりも塗ってないです。この辺もあんまりシャキンとしない方がいいんで。むしろそこまで癖あんまりないんで。で、こんな感じで、はい、時間を置いて、カラーされてないバージン毛なんですけれど、そんなに軟化させたくないんで、7分で流します。はい、じゃあ7分経ったんで、もう流していいですね。こう、なんとなくザラつきが取れてて、柔らかくなって、こんな感じで少し癖が収まるんじゃないかなと思います。ちょっと毛先まで軽くコーミングしますね。インフォームつけちゃいます。こんな感じで浸透促進を促しつつ毛髪強化をするインフォームつけて軽くコーミングしたら流してもらいます。で、このままシャンプー台でシャンプーしてヘマチンつけて、で、ドロップチェンジリンスして上げてきてもらいます。お願いします。はい、お疲れ様でした。じゃあこのまま中間処理で、まず紙に栄養分入れて出ますね。セラフェクトコネクタ5倍希釈アクアですね。この中間処理のところで栄養成分が入った方がしっかりと定着しやすいんで、このままいきましょう。いいんじゃコーミングして、じゃあカット解説いきましょうね。こうコーミングするとなんとなく癖が収まったのがわかるかなと思います。なんとなくわかります？そう、いい感じです。じゃあ今日はこのいい感じのカットをそのまま活かしつつもこの襟足とかの重さっていうのを取っていきます。じゃあイヤーテールで分けて、じゃあグッと下見てください。じゃあこういう形ですね。じゃあまずこの襟足をきれいにしていきます。まず上に立ち上がってるところ、ある程度はちょっと刈らないと厳しいかなとは思うんで、少しこの上に向いてるところは切っていきたいと思います。じゃあ少しバリカン入れますね。失礼します。この一番上に向いて生えてるところの難しくないところまで、ここら辺まで、この三つ襟のところまでを少し取ります。はい、このぐらいですね。こっち側も表に出てこないところまでを取る。そしたら C シェイプしながら癖を見極めて、飛び出てきそうなところだけをまず切ります。はい、ちょっと1個上に上げて、で、ここが重たかったんですね。ここの重たさがあったんで、これをきれいにシェイプしたら、まず、飛び出てるところ切ります。ちゃんと、いつも言うんですけど、ボンの久保周辺にウェイトポイントが来るように切ります。ハの字スライス。後ろにワンパネルダイレクションですね。こういう感じ。はい、同じく逆サイドも。で、そう、ここら辺まで、一中の2対1、還元剤つけちゃうと、どうしても生えてきた時に大変なことになるんで、基本的にはここから上が今日ストレート、ゆるりとかかる感じですね。失礼します。で、持って、整えていく感じですね。整えて、そう、カットすごいお上手ですよ、本当に。うん、いい感じです。このを活かします。結構長く通われてるところなんですか？
そうですね。ずっと同じ。そうなんだ。お上手、すごく。綺麗です。こうして。矯正とかはね、こういう飛び道具は僕、なかなかやる人は少ないと思うんですけど、これね、意外にいいと思いますよ。カット自体が本当でもまとまるように綺麗に切れてるんで、すごくいいと思います。ちょっとだけウェイトポイント変えました。ここですね、ボーンの雲です。ずっと言ってる、ボーンの雲のところにウェイトポイントを持ってきます。あんまり高くしちゃうと癖がある人は暴れると思うんで、綺麗にします。こんな感じ。ですね。じゃあ次、行きましょう。このままの段で、ちょっと切ります。で、トップは意外にレイヤーが入ってるんで、僕は丸さを残したいタイプなんで、トップはほぼ切るとこがないかなと思います。行きましょう。よし。ちょっと飛び出てるところを切る感じですね。で、持って、少しこのグラのラインを生かすために、一番上までは切り進めない感じで。いきます。そうするとここ、モネさんの後頭部少し平らなんで、大体の日本人がそうなんで、少しここがちゃんと重さが残るようにして、ドライカットでそこら辺調整できるようにしましょう。上は特に切るとこなさそうですね。今日感じたのが、いらっしゃってカウンセリングの時に感じたのは、このもみあげが結構主張するんですね。結構主張しますよね。ここがすごいなんかタイトに見せないで、もみあげめっちゃ主張があるんで、ここは少し落とします。で、落とすんですけど、基本的にあれです。2ブロックにします。2ブロックっつったらバリカンで入れるイメージがあるんですけど、違くて、ちょっと内側が短くなるだけ。このもみあげあたりの主張が少し収まればいいかなと思うんで、もう少しブロッキング、ここですね。ここまで、このもみあげ周辺のやつをブロッキング取ります。ここら辺が主張が少なくなる。でもって、ここを耳たぶの、今下まであって結構長いんですね。なんで耳たぶがちょっと見えるぐらい。それで上が被ってくるようなカットラインにしたいんで、取ったらレザーでレングス取っちゃいます。こうです。短くていいです、ここは。主張させない。で、持ってこのままレザーでレイヤー入れます。で、表面少し削る。そうすると少し薄くなりますね。そう。これでいきます。そう。こんな感じ。そうするとかなりすっきり、そう。で、この長さで全部切っちゃうと、すっきりしすぎちゃうって、せっかくの丸さがなくなるんで、こっから上はもう別で切ります。こんな感じで、今、被ってくる感じ。よくないですか？なんか結構、もみあげの主張、お写真いただいた時も、立派でしたね。そこはちょっとしっかりといきますね。で、この後ろに切ったグラ。でもほとんど今日切るとかないんで、あれですけど、このままワンブロック後ろにダイレクションかけながら切り進めます。でもほとんどないですかね。これだけで相当変わるんですね。いい感じになります。そのまま上も切り進めて、これほんのちょっとのカットなんで、すごいバッサリカットではないから、多分視聴者さんも、もうバッサリじゃないなと思うんですけど、ビフォーアフターは相当変わってきます。この襟足の処理の仕方、あとはこのもみあげの処理の仕方っていうのは結構大事で、サロンワークで使うことも多いんで、少し引き出しに入れといてください。引いて少し切る。ほんのちょっとずつの積み重ねがカットのまとまりっていうのを作ってくれます。逆同様ですね。後ろの切ったガイドに合わせて、ワンパネル後ろに引きつつ、この被ってくる、もみあげに被ってきて、すべてまとまりが出るパターンのやつですね。よし。全部引いて、顔周りはもうドライで切りたいんで、これで終わりですね。トップだけちょっと調整しましょう。切るとこ、ちょっとありますね。よし。じゃあこのまま、ベースカットが終わったんで、このまま、まずせっかく還元剤ついてるんで髪をツヤツヤにしていきます。でもってブロー矯正ですね。ブローでひたすら伸ばします。でツインブラシとか使わないです。ショートなので、小ロールでひたすら綺麗にブローして水分コントロール、水分をゼロの状態にしていきます。中間処理が終わってるんで、ノットのミストとリンクオイルですね。ここで多少のレブニン酸を補給してつつ、セラミドですね。全て中間処理にもいいミストとガスベリ良くするためにリンクのオイルつけて乾かします。よし。ブローなんで、この後アイロンを特に入れることって、表面入れようかな、どうしようかなぐらいしかないんで、ブローの工程っていうのをちょっと音声は入らないんですけど、見ててください。
こんな感じですね。今見てもらった感じで、もうしっかりちょっとハーフウェットぐらいからブローしてあげて、このサラッと感、ツヤっと感を作ります。じゃあ最後までいっちゃいます。さあ、そんな感じで、ブローで、宿毛矯正っていうのが終わりました。まあ、これでまだ2液はしてないんですけど、だいぶこのうねりが、まあ、ブローの状態なんでね、収まりがいいかなと思います。下手にアイロンして、毛先の方シャキンってなってもダメだし、ボリュームが下がってもダメなんで、まあ、ちょっと一回ドライカットしながらアイロンするところっていうのを見極めたいんですけど、もしかしたらいらないかもしれません。ちょっとツヤっとしました。これだけでもね。そうそうそう。さあ、じゃあ、カットがだいぶ決まってるんですけど、やっぱこのベルトですね。このラインの重さがやっぱり気になるんで、まあ、ボリュームがあっていいっちゃいいんだけど、横にありすぎると、せっかく頭小さいモデルさんなのに、こう横に広がって見えるんで、ここだけタイトにしてって、トップのこのボリュームっていうのはそのままでいきたいかなと思います。で、その場合はまず、見極めが、まずここですね。一番横が重いってなってるんで、ここのポイントをすべてチョップで削ります。深めに入れちゃっていいです。深く入れて、ボリュームが削られるように、ちゃんと削られるように深めのチョップカットですね。こうして、深く。でもってこの際に、まあちょっとレザーで量は取れてるんですけど、このもみあげのあたりだけ少しついておきます。ちょっとでいいですね。はい。そうしたら、なんとなく鏡をチェックしながら左右でボリュームのポイントまだあるなと思ったらその上ですね、このポジションを量取る。もうあとはもう丁寧に積み重ねですね。トップが必要ないなと思ったらそのままでもいいですし、もうちょいかな、ここが重いなと思ったら重いとこを取って画面に入れるチョップ。まあセニングと違うのはすごいまとまりがいいのと、あとはもうカットしやすいですよね。セーニングでガンガンいくと調整がしづらいんで、しっかりここは見ながら、丁寧に重いなと思ったら引き出して深めに入れる。ツヤもあっていい感じだと思います。このまま後ろ行きましょう。ごめんなさい。逆サイド行きますね。逆サイド同様ですね。深めに入れるチョップ。もみあげの部分だけちょっとだけセニング。いい感じです。こうして。はい。そしたら、襟足ですね。ぐっと下を向いてください。はい。まあ、少しここまでからしてもらったのと、カット、ここに集まるカットで、少し収まりはいいんですけど、さらに収まり良くします。で、まずは一番下のここですね。立ち上がるところはルーツからセニング。で、その下も、入れます。要はパワーを弱まらせる。上に向かうパワーっていうのを弱くして整えていきます。で、ここですね。ここは逆に言うと、こっちに向かって生えてるんで、ここは入れる。要はアウトラインのところが少し産毛みたいになるようなカットっていうのをやりますね。こうですね。ルーツから入れちゃいます。それだけでかなり落ち着き、収まりっていうのが出てくると思います。そしたらその次ですね。もうここはセニングでいっちゃった方がいいですね。ちょっと短いんで。で、髪の毛の流れを見ながらパワーを弱めていく。その生え癖のパワーっていうのを弱めていくやり方ですね。で、ちょっと飛び出てるところを少しずつ切る。ですね。内側の方が少しおとなしいんですけど、ちょっとこういう強い生え癖があるようなところは根元から取る。ちょっと戻ってください。ありがとうございます。そしたらこの一番後頭部出っ張ってしまって、ここが膨らんじゃうと上がへこんで見えてしまうんで、ここをへこまして上を取らないパターンがいいかなと思います。ここも少し量取ります。で、耳後ろはしっかりと取る。内側はちゃんと取りますね。ここら辺まではかなり量取っていいポジションなんで、襟足もタイトにしながら少しずつ整える。よし。そしたら横、真正面見てください。ありがとうございます。横から見て、だいぶ量が取れたんですけど、ここら辺が少し重いんで、トップのここは必要ないなと思う。このままの量でいいなと思うんで、ここをまた深めにチョップ。深すぎてもダメなんで、ここら辺難しいですけど、ちょっとずつ切ります。こうして、こんな感
感じですかね。で、矯正が今効いてるんで、表面の毛とかもすごいツヤツヤしつつ、さらにまとまりのいいスタイルができるんですけど、ここから一回固定します。固定準備お願いします。はい、じゃあ固定していくんですけど、表面、やっぱツヤを出していきたい部分だけ、サクッとアイロンします。アイロンしすぎないように。サクッと、ここら辺ですね。あとは、癖の強い部分。これはもう見極めなんで、あれなんですけど、アイロン190度、ラディアンス190度で、ここのボリュームを抑えたいなってところとか、やりすぎないように、もう本当に、やりすぎないように熱当てすぐ終わる。こんな感じで、ボリュームを抑えたいなってところを見極めて、やりすぎないように、ちょっと足りなかったなぐらいでお客さんは満足します。美容師目線でガンガン超綺麗にしてあげようっていう親切が逆にやりづらかったりするんで、表面のところを綺麗に熱当てたらスッと、毛先は絶対入れない。丸さが消えるんで、こんな感じで、もう本当に1分とか2分で終わらしちゃってください。ちょっと足りないなで終わるのが難しいんですよね。結構皆さんすごいお客さん綺麗にしてあげようと思ってガンガンやっちゃうけど、それ本当仕上がり悪くなるんで、パクッと。ここら辺は大丈夫かな、ちょっとだけ。で、表面ちょっとツヤ出したいところに、手持って多分癖が暴れそうなら、この前髪の内側は、とやる。以上でいいです。もうこんぐらいで固定します。固定超簡単です。アルテマセカンドローションにオキシにメテオ 20%。メテオ 20% ここで入れることによって pH 調整の効果もあるし、さらにグリオキシル酸とレブリン酸、あとソルビトールですね。あとグリオキ酸誘導体などが効いて、かなりツヤのある髪質っていうのになります。もうバーっと全体つけて、リキッドなんで早いですよね。まあ顔に垂れないように、顔とか首に垂れないように注意しながら、つけたらコーミングしちゃいます。もうオールバックでいいです、基本は。で、サイドのとこつけてないんだけど、このメテオも入ってるっていうのもあったり、あとはつけムラ、酸化不足を防ぎたいんで、もう全部のところにつけます。で、こんな感じで全体馴染んだら、活性だと正直酸化は早いんですよ。つけた瞬間から酸化して、だいたい2分から3分で酸化完了と言われてるんですけど、これだけだと、メテオも入っててすごいツヤは出るんだけど、もっとメテオ効かしたいから、この酸化がだいたい終わった瞬間、塗り終わったぐらいに濃いメテオですね。メテオ原液、上からバーっと。これは表面のメインで、ツヤが一番必要なところだけでいいです。わーっと。優しくつけてあげて、これで10分置きます。火星だと基本5分なんですけど、メテオの効果をさらに効かしたいのと、酸化不足っていうのは一番怖いんで、10分置いて流します。で、流した時に、しっかりとヘマチンとジャックエッジで後処理しつつ、ムラシャンですね。ムラシャンして、今日はこの白髪を少しシルバーに傾けたいっていうんで、やってあげて、あとは全体トリートメントですね。アルミのコア見てトリートメントしましょう。お願いします。お疲れ様でした。バッチリです。ね、今日岩崎の出番が少ないってやつです。たまにはいいんですよ。さっき言ってたの言ってもいいんだよ。シカトすごい真顔でシカトするやん。カメラ回ってないから言ったみたいなのある。まあいい。そんな感じです。ちょっと見てください。こんな感じ。癖が半分になってる。こういうイメージですね。で、持って手触りがやばいと。で、白髪の部分に関して、これはでも動画伝わるかわかんないですけど、黄ばみがなくなって少しシルバーに寄ってます。これ紫シャンプーのいい使い方ってこういうこともできますね。じゃあ乾かしましょう。まずノットのミスト。レブリン酸とセラミドとリピージュは、あとはメドフォーム。髪にいい成分が全て入ってます。で、リンクのオイルつけてドライしちゃいましょう。でもって分かりやすくするためにハンドブローで1回お見せします。ブローしない状態。ブラシ入れないで、手でどこまで癖が伸びてるのかっていうのをお見せしたいんで、まずはそれをやってみましょう。はい。さあ。収まってんの分かります？はい、手だけです。そう。手だけで乾かしただけ。なんならまだちょっと若干濡れてます。そうです。あ、すごいいい感じに。そう。まだちょっと濡れてるんですけど、触ってみてください。はい、全然収まったって感じ。そうなんです。これがリチウムの2対1を使ったブロー矯正ですね。癖を半分にすることができる。それがすごく毎日のスタイリングを楽にしてくれます。じゃあブローします。いい感じじゃないですか。はいこれですブローした感じとかだと、それはなんかプロのブローでしょっていう感じなんですけど、そう基本的にできないですもんね。そう手だけでこれまでいければちょっとブラシ入れたりとかできると思って、はい、じゃあいきます。ブロー終わりました。いい感じです。でカットの細かいところをちょっとだけチェックして、はい。
でもう大体のカットが完了してるんですけど、ちょっと見てもらうとこういう、この辺がちょっと重たいなって感じなんで、こういうところは少し、ちょっとセリング。もう微調整ですね。微調整。カットが綺麗に見えるために微調整をするぐらい。バッチリじゃないですかね。さあ、アイロンいきます。さあ、メテオの意味の結合を作るアイロンですね。で、バージン棒なんで、220度でいきます。で、サクッと。まあ、ショートなんでね、そんなに入れられないと思うんで、サクッとでいいです。さあ、しっかりとこうやって湯気が出ますね。蒸気ですね。蒸気が出て、トリートメントが内部に固まってくれます。さあ、めっちゃ掃除機の音します。すいません。変わりましたね。いい感じに。しかも何がいいって、自分でやっても全然超楽なんです。できます。全然余裕です。さっき手で乾かしただけの状態があれぐらいだったらすごい楽なんで。確かに。はい。お手入れしやすいのが一番です。いや、そうね。ショートでお手入れしづらいとか最悪じゃないですか。そう。お手入れしやすくなりたいですね。大変なんですか？はい。大変なんですね。癖毛なんですよ。そうなんですか？そう。お手入れしやすく。だけどブリーチしたいんです。ブリーチしてても宿毛矯正できるんだけど、まずこの人ブリーチしてるじゃないですか。ものすごい黒いんです元が。そう、めちゃめちゃ黒いから通常の人よりブリーチを強くやらないとここまで抜けないんです。大変ですね。そうだからブリーチ通常1だったら1回で済むようなところとかも2回3回入れなきゃいけない。そうするとやっぱ宿毛矯正リスク強いじゃないですか。憧れの宿毛矯正。しかも思ってるより癖が強い。わからない。わからない。憧れの宿毛矯正できる日来るかな。黒髪にするでしょ。それからブラウン。ブラウン嫌いなんですよね。知ってる。黒を伸びてきた時は染めずに一生耐えれば黒髪に戻って素晴らしいツヤ。そんな簡単なことがやっぱできないんだよね。とって難しいです。ただ染めなきゃいいだけなのにそれができない。なぜでしょうか。飽きちゃうからすぐ飽き性なんで。職業柄ですか？いやもう性格の問題です。飽きちゃうんです。3ヶ月持たないって言われますね。もう動画のたんびに多分髪型いつも違ってたし、違います。多分まだロングですよね。今そうか。まだこの動画撮ってる時も多分ショートは上がってないから、ショートが上がりだした頃にきっと髪切ることがやるから追いつかないんですよね。YouTube と時系列がちょっとずれてる。セミナーとかの受講生がびっくりして、あれみたいな。いきなり伸びてたりするとなんかあれみたいな、違う人かと思いました。そう思う。よく言われます。うちに来てるお客さんとかだからもう毎回違うからまた変えたねっていつも言ってます。言うんですけど、もうブリーチしないですって宣言するんですけど、お客さんにとかまたお客さんはもうはいっていややったよね、結局やったよねみたいな。でも持つと今回長かったよねみたいな。いや優しさ。優しいお客様がたくさんいらっしゃいます。お客さんみんな岩崎優しい。みんな長津さんに厳しく。俺に厳しいんだよお客さん。そうそう。こんなに声が出ない、もっと出なかった選手になって全然出なかったのに、まあもちろんね漢方教えてくれたり優しいんですけど、飲みすぎじゃないとか。飲んでなくはないです。こんな声だけど毎日やっぱ飲んではいるんで。そのせいじゃない。そういやそうなんです。ちゃんとね仕事しすぎたんですね。そうだ。ね仕事しすぎたの方。あそう。でもあなた声別に普通じゃん。何ですか。なんかお前は別にまだいけるってこと。溢れますよコメント欄。岩崎さんにお休みを。なんか最近溢れてたね。お休みをお休みを。TikTok の更新が止まってたら言われちゃいましたから。あらと思って見られてた。みんなチェックしてる。そうですね。最近上げてるのも家帰って寝ちゃうんですよね。家帰るのが遅いからね。しかもなんか TikTok は結構大変なんで。どうなんですか。いや俺もうなんか結構一発撮りで撮ってると思ったんですよ。そんなわけないじゃないですか。何年か撮ってますよ。そう一発で撮りで撮ってなんかこうやって踊ってなんかだってダンスうまいじゃん。だから一発でいけると思ったんですけど、なんか意外にまず覚えて何回もやってみたいな。でもそんなん言ったらさ、俺のダンス力だったらあれ1日やっても1個上がんないでしょうね。おお。だと思います。存じ上げてます。だと思います。振りとかダンスってされます？全くです。振り覚えるのとか超早いんですよ。なんか最近 K-POP がめっちゃ好きで、ミュージックビデオとかずっと見てるともうそれで覚えます。なんか見てできる。見てなんかいきなり踊り出して、この手が俺ダンスできない。やめよう。
いよね。センスですセンよ。スそうそうそうセンスがないと見てそのままなんて。いや本当ですよね。やってるつもりとできてるは違いやそうだ。さあ行きましょう。お願いします。このツヤ感ですね。はい。バッチリだと思います。触ってみてください。バッチリ。まっすぐ。あそう。これはねアイロンのあれなんだけど、まあハンドブローでさっき乾かした状態までは余裕で持っていきます。で軽くブローしてあげてください。電マンブラシとかでもいいんで、ちょっとだけオイルつけて今日は終わりましょう。はい、失礼します。で宿毛矯正多分初めてですよね。なと思うんで、基本的に24時間は洗わない。そうなんで今日はちょっと我慢します。要は固定するのに時間かかるんです。固定するのに時間かかって、さらに今日も固定剤つけてるんですけど、大体 95% ぐらいまで固定されてて、残り 5% を空気中の酸素でやります。昔は固定剤なかったんですよ。逆に昭和の初期とかはなくて、だから雨の日にパーマかけちゃいけないっていうのは、濡れると形が変わっちゃうから、だからこの形の状態でずっとキープしてあげるといいですね。じゃあスタイリングいきましょう。アルコールつけますね。よく出てくるやつです。ようやく在庫が安定しました。なかったですよね。ずっとなかったですよ。よし。ないと欲しくなる。ないと欲しくなる。あるとね、やっぱね、いきなり売れ行きがちょっと下がりました。やっぱ根強い人気ですね。1日やっぱ数十個出ます。これが噂の香りです。そうそうそう。パーッとつけて、先がまとまるように。よし。で、前髪の。で、襟足がちょっとタイトになるようにして。もみあげ結構違くないですか？全然違います。すっきりします。すっきりしました。そうなんです。はい、よかった。よかった。ちょっと私の写真を見てびっくりしました。送った写真を自分で見て。よかった。もみあげの主張があるモデルさんだなとは思いました。強すぎでした。そう感じじゃないですかね。よし。じゃあちょっと一周しましょうか。よし、綺麗にして。パーッと。はい、この後頭部の丸さが出て襟足タイトにちょっとね生え癖もあるんだけどしっかりとタイトに収まるようなカットですね。風吹かないでって感じです。風吹いても元に戻るから大丈夫です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日は癖に悩んでるんだけどもスタイリングがしづらいとか、あとは癖で雨の日広がっちゃうっていう方だけど、ショートだからそんなに宿毛矯正シャキンとさせたくない場合のアルテマリッチ U の2対1を使った宿毛矯正のブロー矯正のパターンですね。で、さらに乳液カラーされないということなんですけど、こちら側をさらに綺麗に、良くする、ムラシャン。うちはトレニージョのムラシャン使ってますね。デミさんのトレニージョムラシャン使ってて、それでシルバーにして、でメテオの、乳液にメテオを入れることによって固定しながら、トリートメントができるという方法を今日はやらせていただきました。いい感じだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。バッチリでしたね。お嬢さん。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。いい感じに、ツヤがすごい、ここだってすごいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ショート番組岩崎さん。なんか眉毛をちゃんと描かないといけなくなったっていう難点。いいじゃん、ちゃんと描かれてる。見えてますからね。昔の腹ペコ青虫の時とか結構2倍ぐらいですか。腹ペコ？なんですか、ディスりですか。すいませんね。申し訳ないですね。なんかディスられたんです。ディスってないです。可愛いって言ってんですよ。腹ペコ青虫の時は使えて虫に例えられて眉毛太いってディスられてもう今日お仕事できないわ。ここから営業です。頑張りましょう。もうダメだ。ディスられたから。顔万が一食べよう。パクチーが。パクチー抜いたよ。大丈夫です。はい、じゃあお疲れ様です。バイバイ。